イグランドデジョンです。今回ね、ナビ VS シンクロニックですね。世界大会予選ね、最初の月にね、勝ち抜けましたシンクロニック決勝戦の対戦がね、ナビ VS シンクロニックゲーミングでしたね。かなり悔しい大会にはなったかなって感じではあったんですけど、シンクロニックゲーミングもね、非常に強いクランでしたね。そんなクランとまさかのすぐマッチングということでね。現状今世界1位と2位と言っても過言ではないクラン同士ですよね。一番最初の月で1位、2位だったクランなわけなので、はい。というわけでね、早速見ていきましょう。はい、先行は、シンクロニックゲーミングの方からジャンプ入りのルートライダー編成。なんかこの配置見方によってはサッカーコートっぽいですね。透過弊社型、アイゴレ1枚採用。ジャンプはキングのためか、クイーンのためか、合流するのか、どういう使い方になるのか。12時透過弊社、クイーン真ん中ですね。で、ウォールブレイカー使ってくバネがあったので、アイゴレは飛んでしまいました。これどういうキングですかね。合流したいキングなんですかね。合流しましたね。穴が開いてないので、透過弊社の方の、額の方には、穴開いてんのかね。開いてないのか。で、6時の方からルートライダー発信してますね。でも早い段階でここ9時、レイジロイちゃんというね、早い選択ですね。このサイモンさんね、先月のね、レジェンドリーグ結構僕ね、攻撃されまして、あんまり、この人ね、昔から知ってるわけではなかったんですけど、何度も前回取られてね、うまいなぁと思ってね。いざなんか、対戦するとか自分の村攻めてもらった時とかが、なんかより分かりやすいっすよね。なんか他の人の前回と比較できたりするから、結構ちゃんと前回取ってくるな、この人って。そういう印象はね、僕の中では持ってますね。さあ、ここはロイヤルチャンピオン能力使っていって、バルキリーが回ってきて、しっかり前回取っていきそうですね。このマッチングだとさすがに15対15のね、前回勝負とかもかなり見えてくるような感じにはなりそうなので、時間勝負か。余力としてはこの環境では少ない方ではありますが、しっかり前回取ってきましたね。対してこちらも1番手、ピーカス、ルートライダー、ジャンプ入りというところで、最近やっぱり対戦ではジャンプを使っていくようなやり方の方が増えてるような印象はありますね。やっぱキングが強いので、キングを最大限活かしていきたいっていうようなのが、大体どんな編成においても、なんかスーサイドラバルとかにもね、ジャンプ採用されたりとか、なんかそんな感じになってきてるもんね。キング単独ジャンプからのスケルトンクイーン。反対サイドルートライダーですね。でロイヤルチャンピオンもう早いですね。展開されてます。6時。さっきのね、サイモンのアタックも、ルートライダーレイジみたいなね、使い方してたね。さあ、ここはピンポイントでテスラモリが3本出てきまして、ルートライダーは溶かされていきました。さあ、ロイヤルチャンピオンはそのテスラモリ付近に進みつつ、タウンホールの方はもうこれルートライダーで取っていくって感じかな。クイーンの方にフリーズレイジ、ここはフリーズかけたんですけど、クイーンが落ちていってタイチクロスまで折れない。クイーンで見てたんですけどね、多分内側投石とかが入ったのかな、どこが入ったんだろう、今の。ダメージ飛びましたね。フリーズ、タイチクロスかかってたんだけど、イーグルとか飛んだんかな。ね、今、バグってて音聞こえないんですよね、僕もゲーム音が。なんかね、今、いろいろバグってて、ちょっとね、普段と、マイクのあれも変わってたりして、ちょっとね、声もバグってるんだけど、風邪ひいて。風邪っていうか、風邪なのか、これはもはや。いろいろバグってるんですよね。声バグってるでしょ。最近の動画多分、あれなんだよね。僕が、喉を壊してる時に撮った撮影してる時のあれなんでね、多分普段、今までの声とちょっと違く聞こえると思うよ。めちゃめちゃ咳が出るんでね、ちょいちょいミュートにして咳してるんでね、なんか無言の時間はね、そういう時間だと思ってください。さあ、対戦相手、アインシュタイン、ジャンプ入りのルートライダー編成。これもね、見方によってサッカーコートみたいな。そんな配置ですね。タイムも結構早そうだ。3時の方に透過兵士を置いて、ボムタワーをバルーンで削る。こういうなんかバルーンのカットとかもいいっすね。反対やんないんだ、これ。ウィンが当たるからかな。いいバネ。ストライカーが飛んだり、ここで一気の塔も入れていきます。スケルトンの呪文使って、シングル相手のタゲ取りつつ、ジャンプ、これかかってんのかな。シングルキング入ってるよ。フリーズは
かずにガントレットでここはカバー。てか、ルートライダーが壁開けたせいで、ジャンプかかってるかどうかわかんなくなっちゃった、これもはや。こっからジャンプの方にね、壁開いてくれたから入れるからね。もはやルートライダーが全部開けてるから、ジャンプの意味なくなっとる。ジャンプと同じところをルートライダーが開けてくれてる。強すぎるでしょ。ただこれ、ルートライダーガンゾルして2時のマルチ IT 残ってますね。ロイヤルチャンピオンも、てか、レイジ一発あるんだけど、フリーズナイトになるとこのインビジブルタワーははい、発動。てか、これ星1じゃね？クイーンはヒーラーもいない状況、能力も残ってない。レイジはあるけど、使いどころがないですね、これ。いい一撃入ったな、今。キングに打つしかないっすね。キングレイジ、これフェニックスモードになってから打ったんだと。神防衛。星1防衛、ナイスすぎ。まさかの世界大会最速にね、進出を決めたクランから星1防衛を取っていくと。対してガク、ルートライダー、ジャンプ、オーバーグロー型。ウィングジャンプですかね。で、ウォールブレーカー、クイーン前。で、12時の方からルートライダー発進です。バルキリーも使って戻していきます。しっかり開けて。アイゴレとかいろいろキングの前に立ちはだかってますね。ガントレットの効果でシングル IT は降りつつ、10日弊社が2時から出てロイヤルチャンピオン3時から合わせていくような状況。いや、キング 2A はもうシングルモノリス援軍キングにめった打ちされてるのにまだ生きてるからね。フェニックスガントレットが強すぎて、ただこれモノリスさすがにこれは火力が高すぎる上にアイゴレの足止めも入ったので、さすがにモノリスまでは伸びてないですね。さすがにやばすぎるもんな、そんな。で、クイーンの方はここヒーラーを生み出してレイジで突破していくような状況、真ん中は隠している状況ですね。なんですが3時の跡地がすごいですね、巨爆。やっぱフォックスを溶かすのが今の環境強いのかな。前もシンクロニックの配置これ3時だったかな。巨爆固まって、なんか巨爆固まってる配置多かったっすよね、シンクロニックゲーミングって。フォックス殺しなのかな。これなんかやばそうですね。上からスケルトン、フリーズ、スーパーバーバリアンでタウンホール、ウォールブレイカーもない。明日から、諦めたか。タウンホールは諦めましたね。まあ、破壊率を稼ぐことの方が大事ということで、そうか、88じゃないや、86% だったんだよね、さっき。86を超えれば星1であってもリードが取れるというところ。まあ、星1は確定しちゃうんですけど、落ち着いてますね。他の人が全員パーフェクトで進むことができれば、88になったわ。いやー、まさかの星1、星1というね、超絶リードを取れるシーンであったんですが、リードはただ取れてる。いや、ちょっとね、びっくりな星1連発ですね。まあ、ラッキーなのは相手が先に星1をしてくれた上で破壊率をね、上回ることができた後出しの星1だったので、これはラッキーでしたね。なんか、相手は前回の状況だったらなんか無理に星2を取りに行って破壊率がもっと低くなっちゃうみたいなこともね、逆だったらあったかもしんないからね。さあ、ルートライダー編成6時からジェネラル X 浮いた投石に直接ロイヤルチャンピオンを差し込んでいます。まあ僕は今これね、いろいろ出た状況で動画撮影してるんで、この辺フリーキックポンポンって置けばね、投石機ぶっ飛ばせるみたいな、そういう組み立てもできるからね。さあ、キングの方はインビジブルタワーの発動があってタウンホールを破壊することができてないよ。3回目の星1行く？タウンホール残ってるよ。いいよ、フォックス焼いて。ロイヤルチャンピオンに横打ちが入っていく？解けなかった。タウンホールはひたすら残りますね。ただユニットの残り量も結構残ってるんで、タウンホール以上にユニットも残っている。さあ、終点すごい巨爆テスラ。火力高そう。スーパーバーバリアンをタウンホールに向けることで落とされちゃいましたね。うわ、すごい巨爆。いい巨爆リクスケテスラなんですけど、なんかあんま効いてないな。こんなにトラップあってそんなに効かないことある？全然残ってるんだけど。なんか、
見た目とダメージ量が一致してないのこれ。さあ、星さんは愛も変わらずラバルですね。61天才。どこ打ちますかね。キングを12時入れて、クイーンサイドカット、スーパーバーバリアンでサイドカット。マルチモノリス。まあ、打つならそこですね、このヒーローパート。キングも合流できるようなウォールブレーカー。いいっすね。風邪ひいてね、声違うせいで、なんか自分の声めっちゃ渋いんだけど。アーチャーカットも入って、援軍とぶつかるところ、ガントレットが強い。さあ、9時からロイちゃん付きのラバル始まりました。突撃簡単ホールまで合わせると思うので、そろそろ投げ込みつつ、ストライカートームとか入りそうだけど、来ましたね。ラバストライカー、突撃艦一気のトーム、ちょっと早いタイミングに打ちたかったので、もうちょい早めに出してもよかったかもしれないですね。さあ、クイーンの方はクロークでヒーラーを生み出してます。さあ、タウンホールまで届いていって、ここはスニゴブが入ってそうですね。スニゴブラバハウンド。タウンホールがこうやってね、壁で囲まれた配置が今結構主流にはなってるので、援軍スニゴブセットもね、結構見るようになりましたね。スケルトンの呪文を置いて、ここロイヤルチャンピオンね、守りたい感じですね。キングのターゲットをスケルトンストライカーで取っていって、ロイヤルチャンピオンの足止めがかからないような状況、そして最終地点までロイちゃん無双。バルーンはね、先に走った部分は落ちちゃうんですけど、ロイヤルチャンピオンがやっぱキングに捕まらないことで、最大限防衛施設を殴れるっていうのもいいですね。でも、ガーサス。星1同士になったんでね、こっからは最初の通り、全開を取ればいいだけっていうのがね、勝利条件になるので。フィリップ、ライドラッシュ、世界大会予選でもね、ライドラッシュそこそこやってましたね。今の環境だと、ルートライダーも当然多いんですけど、なんかルートライダー対策された配置にライドラッシュがちょこちょこ刺さるようで、ライドラ採用っていうのもね、やってる人、フィリップだけじゃなかったんでね。早い全開もね、ある程度取りたいので、刺さるユニットとして、ライドラそこそこ、全開速度も速いですからね、うまくいくと。採用されてるんじゃないかなと思います。チェインはしっかり入っていって、12時の対空砲の方は10日弊社。そうなんだよね。ドラゴン系でもなんかこういう感じで10日弊社の採用が増えてるっすね。もうなんかすごいもう防衛レイジの方も入って、すごい真っ赤っかになっちゃった。タウンホールの方にライドラ向かってほしいところ、これはホーミングフリーズまで打っていく。今回の対戦はちょっとタウンホールが危ういシーンが多いな。やっぱ全開速度の速い全開を取ろうとしたら、ある程度リスクもね、踏んだ上で全開を取りに行かなきゃいけないので、星1のリスクもね、ある程度出てくるっていうところで、防衛側はもうそこで星1防衛を取りに行くっていうのがやっぱ配置の、ね、やっていく上では結構大事なんでね。ロイヤルチャンピオンはこうしてタウンホールに合わせるような使い方をさせることができれば、ロイちゃんがここでね、タウンホールポイズンを受けて、バリューとしてもちょっと渋くなるみたいな感じなんだけど、なんかライドラが死んでないっすね。良すぎないこの人たち。なんでこんな残ってるん？ライドラが、なんか終点まで結構残ってます。ドラ系って結構死ぬはずなんだけどね。なんか死んでないっすね。ユニットもなんか手元にたくさんいるわ。ああ。なんかちょっと守れそうな雰囲気出てたのに、全然取られましたと。さすがっすね。ホイちゃんそんなに仕事してないんだけど、ガーサス。さあ、カズマくん、71天才のルートライダー編成。ルートライダー編成もね、天才型。やってるクランいくつかありましたね。天才プラスジャンプまで積むっていうことで、呪文をね、だいぶ割いちゃってるので、レイジフリーズが一発ずつっていうところですね。この辺しっかり呪文を大事に使っていかないと、呪文でのアドバンテージっていうのもないからね、序盤に使っちゃったんで。ゴーレムクイーン3時で12時からルートライダー発進です。なんかもうキングをルートライダーと一緒に動かしていくやり方のしてる人ってほとんどいないっすね、もう。
さあ、ここは9時10日弊社サイドカットでキングを9時に入れていく。で、ウォールブレーカーこれクイーンに使っていくのかな？ 3 時下の方。金庫つなぐか？出さない。で、ジャンプの方はキングにしっかり使っていく。ウォールブレーカー持ってきてんなら3時投げたいけどな。今だ。来た。走ってきた。ナイス。ちょっと遅れたけど、壁殴ってくれるので、オッケー。外が切れてなかったり、中が残ってたりすると今の流れちゃうタイミングなんでね。ただ、ルートライダー単品にしっかりターンホール落とせますね。これ強いわ。で、ロイヤルチャンピオン6時から。で、裏の施設はスーパーバーバリアンで回収を入れていくと、さすがっすね。強いな。ガーサス。9時もね、やっぱ、ロイちゃん潰しのフォックス潰しの巨爆が固まってますね。お、クイラバ来た。いいね、熱い。クイーン、クイーンになんかフロスティついてますね。面白いことしてる。ユニコーンよりもはやフロスティの方が強くねっていう、そういう発想ですかね。さあ、かなり一直線型のクイヒー入っていきました。キングは隣につけていきます。オールブレーカー付き。巨爆すごい1。いいウィザードだな。対空砲まで切っていって、ウォールブレーカーしっかり置くまで。キング、フィスト。強い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 。で、アイゴレ超団体砲。強い。さすがっす。で、ウォールブレーカー、ターンホール、モノリス、イーグルとか、あの辺打てるような感じに進めてきましたね。フリーズ打って、クイーン、レイジー、ホーミングチェック、バルーンと。ここからクイーンは戻ってきてくれると思うんですけど、タウンホールを優先して打てるような角に入りましたね。いやー、キング、あの状況からあんな伸びたんか。死にかけだったんだけどね。さあ、ここロイヤルチャンピオンからのバルーン展開。時間使っていいシーンなんで待ちましたけど、キングに合わせてラバルパートロイちゃんもこっち一気に発動してもよかったかもしんないですね。キングがせっかくターゲットを取ってくれてんならロイちゃん出して、ラバルパートも一緒にそのまま進めちゃうっていうのはありだったかなと思います。でもこれはもう全開速度がいらないシーンなのでね、同点とかではないので、ゆっくり時間作って、自分がね、クイヒーと同時にラバルをやるのは難しいとか、タウンホールも確実に取れるのを見てからラバルスタートしたいみたいなところもあると思うんでね、確実にこのタイミングで進めていきました。さあ、圧倒的全開ですね。この環境でのクイラバってなかなか見れないからね、見れるの嬉しいですね。よーい。さあ、クラウス。やってくれるでしょう、きっと。また、飛んでくるんじゃないの？ 6-2 ジャンプ、ヒーラー4。おでん多分、合流するな、この、そしたらヒーロー。まずはタコで走ります。お、違いました。キングジャンプでした。天才。まずは、ここを入れていくと、インビジブルの呪文とかも入ってないんで、シンプルに、あれか、そっか、クエイクはね、ファイヤーボール用にね、どこ打つんだろう、イーグルのここにドッカーン、うわ、強で、アイゴレロイちゃん。なるほど。アイゴレロイちゃん、バルキリーもしっかりリクスケ対策用に持ってきてますね。こういうところ大事。で、おでんはヒーラーついてるんですけど、こっちでなんかいろいろ解除してますね。団体ほど戦っていくけど。やっぱレイジジェムついたおでひ強えな。で、ボマーを使ってタウンホール、これ。クイーンとロイヤルチャンピオンで見ていくプランなんだ。これすごいな。もうボマー採用がそういうことだもんね。フリーズ打って、クイーンクローク、ヒーラー生み出したり、いろいろして、フリーズ打って。そうだよね。プランニング的にボマー使うってことは、何タウンホール落とすのって考えたらもうヒーローで落とすんよ、これ。そのために天才入れてとかやってんでしょ。いや、これよくヒーローでタウンホール取る。クイーンロイちゃんか。すごいね。
ヒーローが強いこと分かってる。ガーサス。はい、というわけでね、今日はこんな感じで、13対13ということで、破壊率での勝利でした。珍しくね、星1が出ましたが、お互いにだったので、影響なく勝つことができたって感じですね。そのおかげかって言ったらあれですけど、クイヒーラバルが見れたりとか、クラウスもね、ファイアボール相当練習してますね、きっとね、これはね。ルートライダーに慣れた人がいきなりやった攻めではなく、しっかりこの攻めをね、習得して、一番マックスバリューの取れるファイアボールの打ち込みプラスヒーローパートをどう使っていくのかっていうところがやっぱり大事になってくるんですけど、そこの発想力っていうのが全く衰えてないどころかしっかり使いこなせてるヒーローパートっていうのを連発してて、またルートライダーとはね、違ったクリエイティブなね、アタックになってるかなと思いますし、対策がなかなか難しいっすよね、ファイアボール。ちょっとバランスよく置いていかなきゃいけないなーみたいな。密集陣作っちゃうとボコスカやられちゃうなーみたいな。インビジブルで隠したりとかもあるからね。だし、なんかこのファイアボール意識しすぎてルートライダーに弱くなる配置を出しちゃうっていうのは本末転倒なので、結果後出しファイアボールが刺さってるっていうところが強いかもしれないっすね。こんなにファイアボール連発されちゃうとね。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、シェア、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。